今回の動画では先日の生放送の内容からアップデート前にやっておくと良さげなことを紹介。それでは順番に紹介していきます。今回のアップデートでは新たなオペレーターとして前半には奥義が、後半にはリーノが実装されるので各オペレーターの育成素材を今のうちに集めておくといいでしょう。特化を含めない各オペレーター1人当たりに必要な育成素材は上記の通り。今回に関しては現在のバージョンの機器契約のようなエンドコンテンツ系は存在しないので、比較的育成素材の貯蓄には余裕がありそうな雰囲気です。各オペレーターにはモチーフ武器も実装されるので気質集めもしておくといいでしょう。気質が入手できる超域活性点は奥義が中枢エリアと武量城、リーノがエネルギーコーチと武量城になるので両方が入手できる武量城がおすすめ。一方の協約通交渉武器の方は奥義の協約武器が中枢エリアとオリジニウム研究パーク、主訴、リーノの協約武器がエネルギーコーチと造剣国と分かれてしまっているので、こちらは他の武器の気質集めか素材となる気質集めと並走した方が良さげです。工業面では新たに不活性ガスとそれに関係するレシピや工業設備が追加。ガスレシピに関しては現時点でやれることはありませんが、各種エリアに設置している図面は製造ラインの簡易化によって総特化になる可能性が非常に高いので、改修中に停電によって作業が遠回りしないように重容量無料バッテリーはある程度ストックしておくといいでしょう。1.3 では予備電源が実装されましたが30分しかないので総特化となると間に合わない可能性があります。新たな装備も追加されますが、こちらはアップデートにて即乗装備部品でも尺動装備が作成可能となるように、装備部品による装備間の垣根が消滅するため上位素材を集める必要がなくなります。裏を返せば現段階で即乗装備部品などを集めておけば次のバージョンの装備部品を集める必要がないので今のうちに集めておくといいでしょう。ただ新たに追加される装備部品を用いれば生産に必要な取引権が通常の 1% となるので、あくまでも新たな装備部品作成までのつなぎとして使用した方がいいのは言うまでもありません。新エリアである封鎖区域には未だ小さな裂け目が残っており、この裂け目を中和するには液加速錠が必要となります。これまでの流れを見るにそこまで大量の液加速錠は必要ないとは思いますが、いかんせんこの小さな裂け目がいくつあるかもわからない状況なのである程度は作成しておくといいでしょう。新マップには新たな拠点も追加されるので拠点を拡張する取引権もストックしておくと良さげ。始祖の環境観測端末や実験区域の保管ボックスなどもアップグレード対象になりそうなので、これらの設備のアップグレードに必要な取引権もストックしておくといいでしょう。工業が本格的にガスに移行しそうなあたり、沈殿さんがメインだった心臓修復施設の役割は今回のバージョンで終了。転じて次回のバージョンで拠点レベルは最大となる4になる可能性が高いので、取引権の在庫が満杯の状態で新たなバージョンを始めたいのであれば7月13日の午前2時頃から取引権の交換を中断することをお勧めします。新エリアに新たな保管ボックスや環境観測端末などが設置されるかは不明ですが、北部閉鎖区域の今後のテーマが復興になりそうなあたり、配達要素などが増える可能性はあります。総じて今回のバージョンではかなり大量の取引権が必要になりそうな雰囲気。少なくとも 1.3 の時よりもアップグレード対象になりそうなものが多いので、万全を期すのであれば 10M 程度は持っておくといいかもしれません。造剣国の時のようなあらかじめの電線引きはおそらくしなくてもいいでしょう。PV を確認した限りでは合流石は武量城の宝剣台の北で直接的にマップがつながらない可能性がある上、合流石のさらに北に北部封鎖区域があり、こちらにサブ強薬を置くことになると思われるので、新たに設置されるサブ強薬から電線は引いた方が楽でしょう。ギフトコードの交換もお忘れなく。こちらの交換期限は次のバージョンの終了時なのでかなり余裕がありますが、記憶が新しいうちに交換しておかないと忘れて取り逃がしてしまう可能性があるのでご注意を。コードの入力は端末画面から設定画面に移動。設定画面内にある人のアイコンのタブを選択することでコードの引換欄が表示されるのでそちらから入力してください。SK ポートでは Web イベントが開催されています。こちらのイベントをこなすことでオロベリルやグッズの抽選券などが入手できるのでこなしておくといいでしょう。戦闘関連に関しては今回のアップデートで常設コンテンツである戦争残響、2人編成イベントであるモイオアリーナ、そしてベータ1にあったコンテンツである食数真相のリメイクであろうこんにゃく奇形、いずれのコンテンツも見た限りでは通常の報酬を獲得する程度であれば通常難易度のイベントなので、先述した通り戦闘コンテンツ関連の準備は今回は特にしなくてもいいでしょう。高難易度と銘打っていた機器契約の難易度がアークナイツ側の新機器契約ほどの難易度ではなかったので、戦闘コンテンツの方は今後も構える必要はないのかなとは思いますが、統合戦略の難易度18のようなクリアさせる気あるのかわからないものが実装されない限りは
次回のバージョンまでに準備しておくと良さげなことは上記の通り。今回に関してはメイン任務の大型アップデートはともかくとして、工業要素は不活性ガスの追加によって一旦のリセットが行われそうな雰囲気なので、大規模回収を滞りなくできるように重容量無料バッテリーはストックしておくと良さげ。4号谷地川の倉庫に逃がしておくのもいいでしょう。また施設のアップグレードも多数ありそうな雰囲気なので、取引券も貯めておくと良さげ。幸い今回のアップデートは週の後半なので、今週の分は全て消費してしまっても、月曜日から発生する取引券は全て貯めておけば十分間に合うはずです。当チャンネルでは 1.4 でも工業動画を出す予定ですが、おそらく地域レベル最大が前提となるはずなので、参考にされる方は環境を揃えるという点でも貯蓄をお願いします。合わせて液化測定も作成しておくといいでしょう。さすがに生産量がギチギチになることはもうないのかなとは思うところですが、こればかりは開発側が工業に対して今後はどうアプローチをかけていくのかわからないので、素材が余っている今のうちに作成しておくと良さげです。液化測定を作成するラインについては設計図を用意したのでこちらをご使用ください。なお、液化測定の作成は他のラインの測定を間借りしている状態となり、最終的に測定が枯渇してしまうことになるので、適当なタイミングで撤去してください。また、作成速度に関しても、今回は小スペースを重視したので、最高効率ではない点はご了承を。以上で、次回バージョンまでにやっておくと良さげなことの紹介を終わります。ご視聴ありがとうございました。